どうも武装チャンネルです。今日もね、ちょっと中古車ね、気になる中古車、紹介したいと思います。スカイライン GTR の32ですね。当時のね新車価格441万から529万円と、1989年8月から1995年1月に生産された、車両というところになります。このねGTR、GTR が復活したという最初の、直6の、RB26 積んだエンジンになります。でグループ A とかでもねすごい人気があった車なんで、今ね、中古車の価格帯がですね、388万から最高額が1699万円とまた破格の、値段がついて、高騰していると。すごいね、海外でも、人気があって日本国内からどんどん海外に輸出されてしまってるんでちょっと危機的、状況にあります。で中古車の状態を見ていきたいと思います。やはりですね価格がですね安い車体がやはり、あるんですけど、塗装はどうかは別としてエンジンルームのね、写真を皆さん、よく見てもらうと分かるんですけどやっぱりね、ヘッド周りの塗装が剥げたりこれは熱とかね経年劣化というところが考えられます。で、スカイライン、形式名がですね、BNR32 型、GTR はスポーティーな2ドアクーペに、レギュラーモデルに対して、一層磨きのかかった魅力のある 1755mm のワイドボディ、5速ミッション、電子制御トルクスプリット 4WD、アテーサ ETS、というね、当時の売りがありました。パワーユニットは、皆さんご存知の RB26DTT 型、直列6気筒、今となっては貴重な、直列になります。で当時280馬力、トルクが 36kgっていうね、トルクを発生してて、全日本ツーリングカー選手権で、4連覇を果たした記念モデル、特にこれ V スペックっていうのがね、出たんですけどこれはね結構今も高値だと思います。V スペックも球数がねあまりないとは思うんですけど当時のね、価格は529万円と、いう価格なんですけどもうそれはねおそらく1000万に近いような、価格帯になってると思います。はい、中古車の方を見ていきたいと思います。結構ねやっぱり価格帯によって横断、価格アスク、になってる値がついてない車両はですねやはり高値がついてると、いうところですね。でやっぱり、見ていくと内装とかねその辺のやれがないとか、あとはですねやはりエンジンルームが綺麗だっていうところが、修復歴もそうですけどそういった、履歴上もね、ちゃんと車庫保管とかっていう車両はめちゃめちゃね綺麗だし、高値がねついてると。逆に安いもの、はですねやはりエンジンルーム開いてもらうと分かるんですけどある程度ねそういういい雰囲気はあるんですけどよく見るとっていうね、ところになりますんでどうしてもねその辺が気になりますね。もし自分が買うとしたらやはりエンジンルーム、きっちりね、仕上がっていて綺麗な状態、こういった車両をね購入するっていうのが後々ね、やはりエンジンやってるってことはそれだけね、メンテナンスもしっかりやった車両だと、いう風なね、ところもありますんで、皆さんもね、外装とかねそういうのに惑わされないでしっかり、チューニングの内容をね見たり、特に、毎回言ってますけど下回りね
ジャッキアップポイントとかね、その辺のサビとかね、そういうのも気になるポイントになりますで、このね車両なんかすごいねエンジン綺麗なんで、この、シルバーっていうところがありますけど、この価格帯でこういったものは670万円で買えるっていうのは、これはねちょっといい車両かなと思いました。自分が670万あったらもう買ってますね。はい、ローンシミュレーターでね、よくやると、金利のところはあります。8% とかね、バカみたいな高い金利で今借りる時代ではありませんので、若い方なんかはね、金利、計算しないでですね、ローン組んでしまうと、後々ね、金利で、パーツ代が、損してしまうんで、労働組合あるところはね、労金さん、労金全国にあると思うんです。そこの金利はめっちゃ安いんで、そういったところに、行ってですね、ローン組んだ方がいいです。絶対にね、ディーラーであったり、そこのね提携してるローン会社に、惑わされないで、ちゃんと安い金利でしっかりしたところで、借りるっていうのもポイントなんで、中古車のね、皆さんも、ただ買うだけではなく、お金を、そういう工面する時もそういった、銀行さん、探すのも、しっかりやりましょう。なぜね、やはり GTR が高騰したっていう背景はですね、アメリカのですね輸出規制の、日本で、生産後25年経過すると、クラシックカーとみなされるための、輸入することがですね、可能になりました。そのため、第2世代の GTR、R32、R33、R34 のスカイライン GTR が今、高騰しているというところがあります。そういうね背景があるんで、これからもね GTR だけは目が離せませんので、皆さんもね手に入れるチャンスがあったら、よくね、車体見て手に入れましょう。R32GTR ね、すごいね、やっぱりいい車だと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。それじゃあ、バイバイ。